まさに今回の深掘りへようこそ。ですね、目に見えない神様を、じゃあどうやって理解すればいいのかって思いますよね。で、今日の資料が言っているのは、その答えは意外と身近な、この我々のいる世界そのものにあるんじゃないかということなんです。聖書の一節もあれば、東洋思想の話も出てきたりして、結構ヒントが散りばめられてる感じですね。今回のミッションとしては、資料が鍵だと言っている二性聖相。これですね。あらゆるものが持っている二つの特性のペアみたいな、この考え方をちょっと解き明かしていきたいなと。さて、どんな発見があるでしょうか。まさに、資料はですね、パウロの言葉を引用してるんですよね。ローマ人への手紙の。目に見える被造物、作られたものを通して目に見えない創造主の性質が、わかるんだと。そういう視点から入ってますね。被造世界は神様を知るためのいわば窓だみたいな言い方ですね。なるほど。その窓ですか。で、その窓からまず見えてくるのが、なんか驚くほど普遍的なパターンなんですよね。資料によると、素粒子とかそういう小さいレベルから人間まで、あらゆる存在が陽性と陰性、この2つの性質のペアで成り立ってるんだと。原子核と電子とか、植物のおしべとめしべ、動物のオスとメス、聖書で言えばアダムとエマとか。これすごいスケールの話ですよね。そうなんです。この陽性陰性のペアっていうのが、存在がお互いに関係を結んで、それで発展して存続していくための、なんていうか基本的な仕組みなんだと資料は説明していますね。で、面白いのが、それぞれの存在の中に実は両方の性質が隠れてる、潜在してるっていう点も指摘してるんですよ。例えば男性の中にも女性的な側面があったり、逆に女性の中にも男性的な側面があるみたいに。ですね。でも資料はそこで終わらなくて、さらにもう一段階深く掘り下げて、もっと根本的なもう一つのペアを提示してるんですよね。それが清相と形状。これはちょっと捉えにくい概念かなとも思うんですが。そうですね。清掃っていうのが、目に見えない内的な性質とか、機能とかですね。で、形状が目に見える外的な形、あるいは構造みたいに考えてもらうといいかもしれません。資料が挙げている一番わかりやすい例が、やっぱり私たちの心、これが清掃で、そして体、これが形状だと。その関係ですね。心って見えないですけど、でも体を動かす、原因であり主体になってるわけですよね。ああ、心と体。なるほど。ということは、この清掃と形状の関係っていうのは、単に内と外っていうだけじゃなくて、原因と結果とか、主体と対象みたいなそういう関係でもあるということですか。まさにその通りです。で、資料はこの関係性を人間だけじゃなくて動物、植物、さらには物質を構成している最小単位にまで普遍的に見られるものだとしてるんですね。で、それを突き詰めていくと万物の最初の原因である第一原因、つまり神に行き着くと論じているわけです。神ご自身がこの清相と形状の根源的な主体である本清相と本形状を持っているんだと。ちょっと待ってください。ということはですよ、神様の中には、陽性陰性っていうペアと、清相形状っていうペア、この二つのペアがあると資料は言っている、そういうことですか。なんかだんだん複雑になってきたような。資料の論理を追っていくとそういうことになりますね。陽性陰性っていうのは、その清相形状が具体的に現れる際の、属性あるいは、その味付けみたいなものだと説明されていますね。神様は本清相と本形状っていう、内面と外面の根源であり、同時に本陽性と本陰性っていう男性性と女性性の根源でもある、そういう中和的な主体だと。そして作られたもの、被造物に対してはですね、主に内的な性質である清相の側面、かつどちらかというと陽性的な側面が強く現れるから、清相的な男性格主体として働きかけるんだと。これが私たちが神を父と呼ぶ、根拠になっているんだというふうに資料を述べていますね。なるほど。内面と外面、それから陽と陰、それが神様の本質であって、それがこの世界にも反映されてると。それで資料は最後に、東洋の易学にもちょっと触れてますよね。これはどういうつながりなんですか。はい。資料はですね、易学の対極
根源ですね。そこから陰陽が生じて万物が生まれるっていう考え方。これと、ここで論じられている神、つまり根源から二性清相、陽陰と清相形状ですね。これが生じて万物が創造されたっていう考え方。ここには通じるものがあるんじゃないかと指摘しているんですね。ただ同時に易学は陽陰の関係は捉えたんだけど、清相形状というその内面と外面、原因と結果っていう関係性ですね。これを見落としたんじゃないかと。そのために根源である太極が人格的な神であるとは理解できなかったんじゃないかっていう、そういう分析も加えていますね。なるほどな。いや、今回の深掘りでは、提供された資料をもとにして、この世界と、そしてその根源である神様が、清相形状と陽性陰性っていう、なんか二重のペア構造で貫かれてるんだっていう考え方を探求してきましたね。万物はある意味神の性質を映す鏡みたいなものだっていう、そういう視点でしたね。で、あなたにとってこの見方っていうのはどういう意味を持つでしょうかね。そうですね。この資料が示しているのが、宇宙のあらゆるレベルに存在するその関係性のネットワーク、網の目みたいなものと、その背後にあるかもしれない、目的性みたいなものかなと思いますね。すべての存在は主体である神と結びつく対象として、意味を持つんだと。最後に一つ、あなたにちょっと投げかけたい問いがあるんですけれども、もしこの資料の言う通り、神とそして私たちが主体と対象、あるいは原因と結果みたいなそういう深い関係にあるとしたら、その関係性そのものの中に創造の目的について何かヒントが隠されているとしたら、それはどんなものだと考えられますか？